こんにちは。もうこんばんはになりますか。身の程配信、お騒がせ YouTuber、無責任 YouTuber の UFO チャンネル、UFO です。令和5年12月の19日火曜日、大安です。もう間もなく夕方5時になろうとしているところですが、えこちらは暗くなって寒くなってきました。うーん、いろいろ思うところはあるんですけど、何の話からしようかと思って考えているようで考えてないんですが、朝バイトありまして、ここのとこマイナス氷点下の日々が続いてますけど、え前の配信の時は土砂降りになった雨に当たった話を確かしたんですけど、昨日は割と調子よくって、今日もそんなに天気は、あ悪くはなかったんですけど、寒いことは寒かったですけど、え苦になるほどの気候ではなかったんですが、どうしたことか、この、新聞配達するときに、使う懐中電灯の調子がとても悪くてつかないんですよ。で、電池がダメかと思って電池を変えてみても、つかなくって、本当に焦るんですよね、そういう時は。で、もう給与の策で、え本当は先輩に教えてもらう時に、光害光の害になるので、ヘッドライトは消して、スモールランプだけで車止めて、そこから配るように、ってずっと言われてたので、そのようにしてたんですけど、今日はもうつかないから、あの、ちょっといつもと止める位置を変えて、玄関口の方へ照らすような感じで、ずっと回っていきました。うーん、なかなかに、思うようにいかなくて、雨が降るとだいたい10分以上、遅くなる時間がかかるんですけど、今日もそんな感じで、途中で嫌になって、でも、あの、なんとか無事に最後まで、自分の身も守らなければいけないしっていうことで、え今日そういう苦労をしましてですね。なんとか配り終えたんですけど、うん、やっぱりおめでたエリアのところは結構きつかったですね。5軒あるので、階段も急ですし。でも、あそこで思ったのは、そういう、懐中電灯、なんか誰かが邪魔してるんじゃないか、念を送ってつかせスイッチをうまく接触が悪くなるようにしたんじゃないかとかいう、邪推をしましたけど、街灯がいつもより明るく感じたんですよね。気のせいかもしれないんですけど、応援もされてるんだなと思って来ました。で、あの、最後謎エリアっていうところなんですけど、そこでエレベーターで、え四字熟語のクイズやるエレベーターのところで、もう一人の朝日新聞の人だと思うんですけど、一緒になりまして、え話を交わして、「もう終わりですか？」って言われて、「そうですね」っていろいろ
お互いに、このエレベーター長いですよねとかいう話をして行きました。で、ですね、前言いました謎エリアの最後に、の方に、信楽焼の横断機がいるわけですよ。大将って言うんですけど、そこの家の前は、浄土宗の成浄堂、浄土庵成浄堂っていう、え席のある、ちょっと、宗教施設みたいな感じのとこで、そこは、電気がないんですよ。アパートの方がすごい明るいんですけど、その一角だけ街灯もないし、そんで、こんな坂なんですよね。で、ここ最後にしようと思って最後にして、今日は苦労しましたって大将に報告して、そして戻って、車に乗ったら、3時33分でした。そんな朝でして、で、今日、えあの、皆さんにリストで、ご協力をお願いしてるおかげで、今年は本当に去年にまして早くて、今日はもう年賀状まで出したんですよ。本当に一人一人コメントまで書いて、そんな感じで、畑もやっちゃいましたし、すごい勢いで、あの、順調にはかどったんで、ここにネクラ暗渠ってありますが、これはですね、かみさんがガレージのことも気にしてるんですけど、庭に水が溜まるので、それをなんとか、ならないかって、小倉隊長が来てくれた時に相談したら、メクラアンキョっていう、この網状になったパイプがあるんですね。それを、埋めたらどうだって言われて、で、ホームセンター行って買いまして、埋めればいいと思ったんですけど、やっぱりパイプになってるわけですね、網が。あの、で、勾配をやっぱりつけて、水を通るようにしなきゃいけないっていう、え、感じでしたので、勾配つけて、で、うちはちょっと坂になって、尾根の中腹にあるので、坂なんですけど、えし水道っていうんですかね。それをつけるのに、うちへ上がってくる石段のところにつけようと思って、その先を。で、うちの庭は父と母が、え家を建てて、その庭を一生懸命、日曜日の旅路に大きな石を、本当に2人で、あっちやったりこっちやったりして、たまになんか、鎖の、なんていうんですかね、今だと重機でやっちゃうんだけど、こおじさんたちに手伝ってもらったりして、大きな石を運んだりしてたのを覚えてるんですけど、そうやって苦労して作ったとこなんで、で、最初、その石段の最初のところを、石をのけようと、端っこの方に水道を作ろうと思って、掘って、そしたら、割と簡単に大きな石だったんですけど、上げれたんで、じゃあこれを下まで何段ぐらいあるかな、5、6段あるんですけど、もっとあるかな。うん、父が作った石でだんだんだんとなってるんですけど、だから2番目の石がもう、
最初見た時は、これ楽勝と思ったんですけど、掘っても掘っても氷山みたいに、表面に出てるとこは少ないんだけど、本当に奥ば親知らずみたいな根が深いんですよ。午前中かかっても掘りきれなくて、もう今日これはもう無理だと思って、1日でやるつもりだったけど、この冬かかってもできないなぐらいに思って、かみさんに言って。でも、昼からちょっとやりかけたんですけど、絶対もう無理だと思いまして、でも、掘ったままお正月来るしなと思って。で、最初の、うー水道っていうのか、溝を掘るのは諦めまして、ちょっと見苦しいんですけど、パイプとそのトイが、父が小屋に作ったりとか、いろいろ日曜大工で使うので、いっぱい集めてあったんですよね。それがそのままになって小屋の隅にいっぱいあったんで、それをいろいろなやつを寄せ集めて、本当に工作みたいにして。で、めくらんきょも、自分なりに、今かた土方なんで、上手にはできてないんで、本当に水が引いていくかどうかわかんないんですけど、とりあえずは埋めて、結構苦労しましたけど、あの、で、庭木がこう、道路の方まで行ってるんですよね。その根が、その根の下を灯油を通さなきゃいけなくて、こうスコップとかで一生懸命今までやって、なんとか形だけは整えて、ニクラ暗渠もこれで消せるなということで、これから消さしてもらいますね。やった。あ出ないよ。あ本当に出なくなっちゃったな。マジックが、これだ。やりました。パチパチパチ。ネクランキョ。で、庭も完成、畑も完成ですね。ありがとうございます。ということで、いい加減なことですけど、昨日、母の面会、施設の面会行きまして、えー最近寒いので、園の中へ会議室みたいなところで、2人で、え会って話をしましたけど、一緒にお茶を飲んで、買って持っていったまんじゅうとか食べて、うん、あの、仕事休みかよって言って昼間に行ったんで、今夜バイトしてる、シルバー配達してるって言ったら、そうかとか言ってましたけど、全然すぐ忘れちゃうんですけど、元気ならいいっていうことで、言ってくれました。で、正月になるよって言ったら、帰るわって言ってましたけど、一度は連れて帰ってあげたいなとは思いましたが、本当にお米も母のお金の中から、あの、えいいよって言ってくれて、自分は食べれんけどいいのって言ったら、ここでちゃんと出ていいよって言って、本当に今日の父のことといい、昨日の母のことといい、親の思いっていうのが本当に身に染みた一日、昨日、今日になりました。他に話したいこともあったんですけど、もう、そんなことで、
親には頭がありませんが、今日、最後の方に、土方の最後の方に、カラスが近くまで来て、じーっと見ててくれたので、ねぎらってくれてるなっていう感じでしたですね。よくやったっていうことだったんじゃないかなと、自分でそういうふうに自己満足しています。今日夜やったっていうのは、え字幕のこともありますし、20日が彦根で、月並祭の後に、会社さんの息子さんの結婚披露宴があって、それに明日から、明後日から出かけるので、そういうこともあって、今日やりましたが、雪がどうも22日あたりに降るので、どこまで行けるかちょっと心配ですけれども、行けるとこまで行こうかなとは思ってます。そんなわけで、いよいよ押し詰まってきました。皆さんもお忙しいと思いますが、お体や、それから無理のないように、まあ、適当なところで、お正月を迎える準備をしてください。Have a nice day. Goodbye. いほチャンネル、いほでした。ありがとうございました。